一本の藁。昔、大和の国に貧乏な若者がいた。両親を幼い頃に亡くし、頼る親族もなく、両親が残してくれた小さな畑を耕しながら、川で取れる魚を売って生活していた。いつもその日暮らしの生活を続けていたが、今年は日照りが続き、畑の野菜も川の魚もほとんど取れず、若者は困り果てた。こうなっては有名な長谷寺の観音様にお願いするほかないと考え、わずかなお金と最後に残った米で握り飯を作って、朝早くに出発した。山を三つ越え、なんとか日が沈むまでに、どうにか長谷寺へ到着したはよいが、何日も満足に食べていないゆえ、そのまま観音様のお堂の前で倒れ込んでしまった。若者は倒れ込みながらも、観音様、もう何日も満足に食べていません。このままあなたのお前で餓死してしまうかもしれませんが、お許しください。もしあなたのお力でどうにかなるものでしたら、どうぞ夢ででもお教えくださいまし。とお祈りをして、そのまま観音様のお堂の前で眠りについた。次の朝、お寺のお坊様がお堂の前で倒れている若者に気づき、声をかけた。若者はとろんとした目を少し開けて、ご覧の通り、もう何日も満足に食べていません。最後、観音様におすがり申して、生きるとも死ぬとも、この体をどうにでもしていただこうと思うんです。気の毒に思ったお坊様は若者をお堂の中に入れ、とりあえずここで休みなさい。何か食べるものを持ってこよう。間もなく食事が運ばれてきて、若者はお坊様に感謝し、涙を流しながらいただいた。お坊様、どうか21日だけここにいさせてくれませんでしょうか。21日が過ぎたら、ここを去ってどうにか生きていきますので、お願いいたします。と言って若者は深々とお辞儀をした。私も仏に仕える身です。あなたのような人を放っておくことはできません。ありがとうございます。ありがとうございます。それから若者は毎日お寺の掃除をしながら、夜は観音様の前でお祈りを続けた。そして21日目となる最後の夜、観音様、いよいよ今日は最後の夜です。明日はここを出て行く日でございます。今までありがとうございました。おかげで体力も回復し、生きる元気が出てきました。そうお祈りをしながら、若者は最後の日の眠りについた。次の日の明け方、若者は不思議な夢を見た。観音様の中から声がして、明日の朝、目が覚めたらすぐここを出発し、今日の都の方向へ進みなさい。そして門を出て一番初めに手に触ったものを拾い、それを持っていくように、忘れないようにな。若者は夢の中の観音様の話が終わると目が覚め、観音様の話を思い出しながら出発の身支度を始めた。お世話になったお坊様のところへ行ってお礼をし、最後の食べ物をいただいて、お寺の門を出て歩き始めた。夢の話を思い出しながら、ぼーっと歩いていると、大きな石にけつまずいて転んでしまった。転んだ弾みに手のついたところには、一本の藁があった。
すぐに若者は夢で言われたことを思い出し、その藁を手に歩き出した。しばらく行くと、どこからか虫が飛んできて、若者の肩に止まった。若者は子供の時によくやった遊びを思い出し、虫を藁にくくりつけてみた。虫は飛びながらも逃げることができず、ぐるぐると回っていた。しばらくすると向こうから長谷寺へ向かう牛車がやってきた。その牛車には女の人と小さな男の子が乗っていて、そこで男の子は、あれが欲しい、あれが欲しい、と母親に言った。牛車が止まって、この子がその虫を欲しいというもので、申し訳ございませんが、いただくことはできませんでしょうか。そんなに欲しいとおっしゃるなら差し上げましょう。と言って虫をくくりつけた藁を差し出した。女の人はそれを見て、ではその代わりにこれをあげましょう。と言って、大きないい香りのするみかんを3つ差し出した。若者はびっくりしてお礼を言った。1本の藁が大きなみかん3つになった。若者は喜びながらそれを手に歩き出した。するとまた向こうから一つ牛車が来た。今度は前のよりも一層身分の高いお人がお忍びでお参りに来たものと見えて、大勢の侍や召使いの女などがお供についていました。するとそのお供の女の一人がすっかり歩きくたびれて、もう一歩も歩けません。ああ、喉が渇く。水が飲みたい。と言いながら、真っ青な顔をして、往来に倒れかかりました。侍たちはびっくりして、どこかに水はないかと慌てて探し回りましたが、そこらに井戸もなく、流れもありませんでした。そこへ若者が通りかかりますと、もしもしお前さん、この近所に水の出るところを知りませんかと尋ねました。若者は、そうですね。まあ、この辺、五丁のうちには清水の湧いているところはないでしょう。一体どうなさったのですと聞きました。ほら、あの通り歩きくたびれて、暑さにあたって水を欲しがって死にそうになっている人がおるのです。おやおや、それはお気の毒ですね。では差し当たり、これでも召し上がってはいかがでしょう。若者はそう言ってみかんを3つとも出してやりました。もしこの人がいなかったら、私はこの野原の上で死んでしまうところでしたね。と言って、上等な布を3反出して、どんなお礼でもして差し上げたいところだけれど、途中でどうすることもできないから、ほんのお印に差し上げます。と言って渡しました。若者は、それをもらって、おやおや、みかん3つが布3反になった。とホクホクしながら、布を小脇に抱えてまた歩いて行きました。その明くる日、若者はまた京の都の方へ歩いて行きました。するとお昼近くになって、向こうから大層立派ないい馬に乗った者が、二三人のお供を連れて、得意らしくポカポカやってきました。若者はその馬を見ると、いやあ、いい馬だな。ああいうのが千両馬というのだろう。と思わず独り言を言いながら馬を眺めていました。すると馬は若者の前まで来て、不意にばったり倒れて、そのままそこで死んでしまいました。乗っている主人もお供の家来たちも真っ青になりました。馬の蔵を外して水を飲ませたり、撫でたりさすったり、いろいろにいたわっていましたが、馬はどうしても生き返りませんでした。乗り手はがっかりして泣き出しそうな顔をしながら、近所の百姓馬を借りて
それに乗ってしおしおと帰っていきました。その後から家来が馬の蔵を持ってついていきました。けれどいくらいい馬でも死んだ馬を担いでいくことはできないので、それには下男を一人後に残して死んだ馬の始末をさせることになりました。さっきからこの様子を見ていた若者は、昨日は一本の藁がみかん三つになり、三つのみかんが布三反になった。今度は三反の布が馬一匹になるかもしれない。と思いながら、もしもし、その馬はどうしたのです？大層立派ないい馬ではありませんか。と言いました。下男は、ええ、これは大金を出してはるばる陸奥の国から取り寄せた馬で、これまでもいろんな人が欲しがって、いくらでも大金を出すから譲ってくれないかと、ずいぶんうるさく申し込んできたものですが、殿様が惜しがって手放そうともなさらなかったのです。それがひょんなことで死んでしまって、元も子もありません。まあ、皮でも剥いで私がもらって売ろうかと思うのですが、旅の途中ではそれもできないし、そうかといってこのまま往来に捨てておくこともできないので、どうしたものか困っているところです。と言いました。若者は、それはお気の毒ですね。では馬は私が引き受けて、なんとか始末をしてあげますから、私に譲ってくださいませんか。その代わりにこれをあげましょう。と言って、布を一反出しました。下男は、死んだ馬が布一反になれば、とんだ儲け物だと思って、早速馬と取り替えっこしました。その上、もしか若者の気が変わって、馬の死骸なんぞ、と変えては損だと考えて、布を取り返しにでも来ると大変だ、と思って、後ろも見返らずに、さっさとかけていってしまいました。若者は下男の姿が遠くに見えなくなるまで見送りました。それからそこらの清水で手を洗い清めて、長谷寺の観音様の方へ向いて手を合わせながら、どうぞこの馬を元の通りに生かしてくださいまし、と目をつぶって一生懸命にお祈りをしました。そうすると、死んでいた馬がふと目を開いて、やがてむくむく起き上がろうとしました。若者は大層喜んで、早速馬の体に手をかけて起こしてやりました。それから水を飲ませたり、食べ物をやったりするうちに、すっかり元気がついて、シャンシャン歩き出しました。若者は近所で布一反の代わりに、手綱と靴輪を買って馬につけますと、早速それに乗ってまたずんずん歩いていきました。その晩は宇治の近くで日が暮れました。若者は夕べのようにまた布一反を出して、一軒の家に泊めてもらいました。その明くる朝、早くから若者はまた馬に乗って、ぽかぽか出かけました。もう間もなく京都の町に近い鳥羽というところまで来かかりますと、一軒の家で、どこか家中よそへ旅にでも立つ様子で、ガヤガヤ騒いでおりました。若者はふと考えました。この馬をうかうか京都まで引っ張って行って、もし知っている者にでもあって、盗んできたなどと疑われでもしたら、とんだ迷惑な目に遭わなければならない。ちょうどこのうちの人たちは、よそへ行くところらしいから、きっと馬が入りようだろう。ここらで売っていく方が安心だ。こう思って若者は、もしもし、お安くしておきますから、この馬を買ってくださいませんか。と言いました。するとそこのうちの人たちは、なるほど、それはありがたいが、安く売ると言っても差し当たり金がない。その代わりに、他とお米を分けてあげるから、それと取り替えっこなら馬をもらってもいいと言いました。若者は、私は旅の者ですから、他やお米をもらっても困りますが、せっかくおっしゃることですから、取り替えっこしましょう。と、不詳不詳に言いました。そうですか。では、馬を拝見しましょう。どれどれ。
と男は言いながら馬に乗ってみて、どうもこれは素晴らしい馬だ。取り替えっこしても決して惜しくはない。と言って近くにある稲田を3丁とお米を少しくれました。そして、ついでにこの家もお前さんにあげるから遠慮なく住まってください。私たちは当分東方へ行って暮らさなければなりません。まあ寿命があってまた帰ってくることがあったら、その時返してもらえばいい。また向こうで亡くなってしまったら、そのままこの家をお前さんのものにしてください。別に子供もないことだから、後でぐずぐず言う者は誰もいないのです。と言って家まで預けて立っていきました。若者はとんだ拾い物をしたと思って、言われるままにその家に住みました。たった一人の暮らしですから、当分はもらったお米で何不自由なく暮らしていきました。そのうちに人を使って田を作らせて、三丁の田の半分を自分の食料に、あとの半分を人に貸して、だんだんこの土地に落ち着くようになりました。秋になって借り入れをする頃になると、人に貸した方の田は当たり前の出来でしたが、自分の分に作った方の田は大層よく実りました。それからというもの、風で塵を吹き溜めるように、どんどんお金が貯まって、とうとう大金持ちになりました。家を預けて行った人も、そのまま幾年経っても帰ってきませんでしたから、家もとうとう自分のものになりました。そのうちに若者はいいお嫁さんをもらって、子供や孫がたくさんできました。そして賑やかな面白い一生を送るようになりました。一本の藁がとうとうこれだけの福運をかき寄せてくれたのです。